際から1センチ程度後ろの側頭部にあるツボです。で、受信アンテナはツボというより横のラインで、受信する際に横にわたってピキピキってなるんです。動くんです、ピキピキって。こんにちは、新海月里奈です。今回は、皆さんお待ちかねの自動記述のお話です。ウィキペディアではオートマティスムと心理学用語で表記されていて、何か別の存在に表示されて肉体を支配されているかのように自分の意識とは無関係に動作を行ってしまう現象、また筆記者が知り得ない情報や習得していないはずの言語を筆記したり、通常ではありえない速度での筆記と説明されています。で、今私は自動記述と言いましたが、この名の通り、記述ですから、自動記述は文字を書く動作に限ったことを指すもので、競技の意味合いになります。本来のオートマティスムはもっと広義の意味合いで、心理学では筋肉性自動作用という、無意識な動作すべてを含んだ意味になるんですね。例えば無意識に何かを口で発言する動作、つまりイタコのようなものもオートマティスムに含まれますし、また私がこれまでの動画で話してきた十字を切って神社を参拝した奇巧な行動もオートマティスムに入ります。私自身の体験を説明した方が私も細かく分かりやすく説明できると思うので、私が実際に体験した十字を切って神社参拝した時のオートマティスムをお話ししようと思います。過去のセッション32から38までの動画を見ていただければ分かるんですが、私は今年の2022年2月の中旬にフラッシュバックと不眠不食が続いて覚醒したんですね。で、覚醒してからというもの約1ヶ月半ほど、毎晩夜中の3時から4時の間に目が覚めて、何かしらのメッセージ、インスピレーションを受けていたんです。で、そのメッセージっていうのは、明日は北へ南へ神社参拝をしなさいとか、次の日は西へ東へ神社参拝しなさいとか、先祖供養をしなさいとか、あるいは球体を3本の支柱で支えるおまじないのオブジェを作りなさいとか、あるいは主人と娘を連れて江ノ島神社に行きなさいとか、こういったメッセージっていうか、教えというか指示みたいなものを、夢うつつの中で受け取って、そして自分の意思とは関係なく受け取ったメッセージというか、その指示に従って行動したんです。それが十字を切って神社参拝をした行動になったんですね。で、オートマティスムを誤解しないでいただきたいのは、無遊病のような病気ではないということです。この辺のオートマティスムと病気との切り分けといいますか、病気の症状とオートマティスムの症状とどう違うのかという点をしっかり説明していきたいと思います。無遊病のようにふらっと意思なく北へ南へ西へ東へ神社を参拝したっていうわけではなくて、もし無遊病だったら本当に無意識で行動しているでしょうから、道に迷うでしょうし、交通ルールも守れないでしょうし、北へ南へ西へ東へルートや目的も決めず、ただ街中を徘徊するような動きになると思うんですね。でもオートマティスムはそうではなくて、最終的に体を動かして行動するのは自分自身で、行動自体はしっかり意識があって無意識ではないんです。そして自分でもやりたいと思ってやってるわけじゃないっていう、自分に疑問を持つ理性を持ったもう一人の素の自分がいて、で、行動を止めようと思えばいつでも止められる感じはありますし、もう止めたいという気持ちもあって、でもこのオートマティスムを放棄すると何かとんでもないことが起きる感じがして放棄できず、何より優先的にオートマティスムの行動をしてしまうのが病気との違いです。オートマティスムは病気ではないですが、ある意味気候なんですね。で、オートマティスムを放棄すると何かとんでもないことが起きそうっていうのはポジティブなことなのかネガティブなことなのか、それもまだ私もよくはわからないんですが、多分これを放棄すればしかるべき状態にならないんだろう。だから今私がやるしかないんだっていう使命感があるんです。この使命感と行動力が自力ではなくて操られているというか、無意識に出てくるのがオートマティスムなんですね。で、ウィキペディアの説明に戻りますが、オートマティスムとは何か別の存在に表記されて
肉体を支配されているかのように自分の意識とは無関係に動作を行ってしまう現象とありますが、私はこれに加えオートマティスムとなった本人はなぜ自分はこんなことをしてるんだろうという疑問を持ちながら、不思議な感覚を持ちながら行動している感覚と、付け加えたいと思います。もちろん個人差はあると思います。そして筆記者が知り得ない情報や習得していないはずの言語を筆記したり、通常ではありえない速度での筆記という部分に関してですが、この知り得ない情報については十字を切る体験で言えば、なぜ北へ南へ西へ東へ私なんかが神社参拝などしなければいけないのか、そのプラン自体も目的も私自身そういう発想はないんです。これまで生きてきた50年間ずっと無宗教できてますし、神社仏閣は好きな方ですが、あくまでも観光レベルで1日いくつもの神社を参拝するほどではなかったですし、無意識に突然インスピレーションなりメッセージが頭の中に入り込んできてインストールされて、疑問を持ちながらもなぜか行動してしまっている感じだったんです。また私が普段の鑑定で行っている霊視やチャネリングもこのオートマティスムの無意識な動作と類似するものがあって、占い師として鑑定をしているので目的も動機も能動的で自発ではあるんですが、ご相談者という物理的に離れた人の気持ちだったり、ご相談者の恋人だったり元恋人だったり、面識のない人の気持ちや状況が分かったり、あるいは未来を予告するようなことだったり、集中すると私はメッセージやインスピレーションによって感じるんですよね。でこういった知り得ない情報、見たこともない情景を私は映像や音によって受け取って、それを言葉や文字に変えて鑑定結果としてお伝えしているんです。でどうやって感じているかというと、勝手に頭の中で映像や音、言葉がどんどん浮かんでくる感覚です。すごく調子の良い時は頭から映像や情報が溢れ出てくる、こぼれ落ちる感覚になります。溢れ出てくるので頭からこぼれ落ちる前に同時にタイピングをして記録に残すというか、書き留めていきます。でここで溢れ出てくる文章というのは普段の自分でも思いつかないくらいの、書けないぐらいの非常に仕上がった文章になります。自分で言うなって感じですが、自画自賛とはまた違っていて、もう違う誰かが私に憑依して代わりに書かせてるんじゃないかという自分を疑う感覚があります。ここでも先ほどウィキペディアに補足したような、自分を疑いながら動作行動する感覚の説明がつくわけです。で普段の鑑定で使う霊視やチャネリングも全く同じ感覚で、実際の鑑定に入るとブワーッと映像や音、文章が頭の中に溢れ出てくるので急いでタイピングします。簡単に言えば、無意識に受け取った映像や音を日本語に訳すという感じですかね。でウィキペディアでは習得していないはずの言語とありますが、私の場合は宇宙語とか得体の知れない言語を発したことはなくって、その代わりに見たこともない映像や聞いたこともない音、音楽が、勝手に頭の中に映し出される形で、これはおそらく、人によって、受け取るインスピレーション形は違うんだと思います。また無意識に、突然未来を予言するような発言は過去に何度かありました。独身時代会社勤めしていた時の話になるんですが、朝のミーティングの最中にみんなの前で自分の進捗報告をしようとした瞬間、突然私はわけのわからないことを口走ってしまって、止めようにも止められないんですね。当然その場にいた人たちはどうしたの大丈夫って驚く状況でした。その時私が言ったことっていうのは、日本は一体何をしてくれるんですかって言われてますと口走ったことを覚えています。この発言が何を意味しているのかは未だにわからないですが、私にはこういった、今のは何みたいなことが過去にも今にも、結構あるんですよね。ではここから、実際の私のオートマティスムを実写でお伝えしていきましょう。私が映像や音を体のどの部分でキャッチしているのかはここの側頭部になります。実際は見えませんが、ここに受信アンテナが
ついているんですね。今笑ったあなたにもアンテナついてるんですよ。で、私は整体師ではないので整体や体のツボに関しては詳しくはないんですが、ネットで調べてみると眼円というツボにたどり着きました。眼円は髪の生え際から1センチ程度後ろの側頭部にあるツボです。で、受信アンテナはツボというより横のラインで、受信する際に横にわたってピキピキってなるんです。動くんです、ピキピキって。で、西遊記の悟空が頭にはめてる輪っかあるじゃないですか。あんな輪っかを頭にはめてる感じがあるんですよね。で、受信するとその輪っかのラインに沿ってピキピキってなるんです。本当に頭皮がピキピキって反応して動きます。この輪っかのラインの中でもこの眼円のあたりのラインが一番反応するんですね。で、実際は光らないですが、何か受信している体感を映像で表現するとこんな感じなんです。では、いよいよ実際の霊視チャネリングの作業に入っていきたいと思います。予告では自動記述の様子を実写でお伝えするお話でしたので、実際のご相談者から受付したメール鑑定の様子をご覧いただこうと思います。もともとタイピングが早い方ではないので、早い方からしてみれば大した速さではないかもしれませんが、私はどうしても手が追いつかなくて、誤字脱字が多くなってしまいます。内容もところどころ飛ぶ時があるので、段落を気にせず、とにかくインスピレーションが降りてくるままに、受け取るがままにタイピングしていきます。誤字脱字ありますね。段落も途切れ途切れです。最後気を取り直してご相談者向けに文字構成して正式な鑑定結果としてお渡しする流れにしています。このように私のオートマティスムは突然何かに憑依されて操られるように言動することもあれば、鑑定のように自発的に集中してから言動することもあります。いずれも私の場合は映像や音が頭の中に映し出されて、それをメッセージとして受け取って書くなり発言するなり行動に移すプロセスになっています。なお、チャネリングの仕方や見える情景などは過去の動画セッション20で詳しく説明しておりますので、そちらをご覧いただければと思います。また皆さんも無意識にインスピレーションを受けたこととか、無意識に何か口走ってしまったこととか、そういった体験がありましたら、ぜひコメントで教えていただければと思います。同じような体験を、私のチャンネルを通して共有できればと思っております。いかがでしたでしょうか。今回の動画はオートマティスムの症状についてお話ししましたが、次回のセッション40はオートマティスムはなぜ起こるのか、起こる原因は何なのか、この辺を掘り下げてお話ししてまいりたいと思います。皆さん、アンビエント社会という言葉をご存知でしょうか。ウィキペディアではアンビエント社会とは人々を情報環境が見えない形で溶け込まれ、人間の状況を賢くセンシングし、環境の側から必要な情報を必要な時に提供したり、快適な環境、安全安心な環境を保持したりするという世界と説明されています。私はこのアンビエント社会の概念と、無意識に起こるオートマティスムは非常に隣接していて関連しているのではないかと考えています。いよいよスピリチュアルな領域を論理的に科学的に切り込んでいきたいと思います。次回は人を取り巻くアンビエント社会によって引き起こされるオートマティスムのお話です。次回の動画もお楽しみに。今回の動画の内容について何か気づかれた方やご感想を持たれた方は、この動画のコメント欄にぜひ書き込みをお願いいたします。必ず返答させていただきます。また LINE ビジネスアカウントと新買い付けサロンを開設しております。 LINE ビジネスアカウントでは最新情報のお知らせ、新買い付けサロンではここで紹介しきれないお話やオンタイムで感じたメッセージ、インスピレーションを記事やラジオでお送りしております。